こんにちは、青22号です。レベルのフォード GT ルマン2017の制作の続きです。前回ボディは青を塗るところまで終わっていましたが、一部赤で塗るところがあるので、そこを塗っていくことにします。まずはマスキングしていきます。いつものように細切りにしたマスキングテープを輪郭にします。パーツの形状的に少々マスキングしにくいところですが、ピンセットや竹串などを使ってなんとかマスキングしていきます。ここはタミヤのフォード GT の場合だと別パーツになっている部分ですが、ドイツレベル版は一体になっているので少々手間が増えることになります。また前方にあるインテークの部分もボディ表面との境目が今一つはっきりしないので、ある程度自分で位置を考えながらマスキングしていく必要があります。インテークの縁の部分とメッシュの部分とでは少し段差ができるようにマスキングすると多少はメリハリが出るかもしれません。というわけで赤を塗っていきます。赤はボディ後半部分を塗った時と同じ色のタミヤビンラッカーのピュアレッドを使っています。ボディ後半部分の赤を塗った時は一旦ピンクのようなものを塗ってから赤を塗りましたが、今回は最初から赤を塗っています。ここは面積が狭い上に完成後もそれほどよく見える部分ではないので、多少色ムラになったとしてもそれほど大きな問題にはならないと思ったからです。といっても色ムラはなるべく出さないように塗りたいので、希釈率は少し薄めにだいたい1対3程度に希釈しています。厳密にはボディ後半部分と色を合わせる必要もあるのですが、それもやはり多少違っていてもそれほど目立たないだろうと思うので、特にしっかりと合わせ込んだりはしていません。塗装が完了したらマスクを剥がしていきます。ちなみに赤の塗装は結局2度塗りました。一度塗っただけではまだ少し色が薄いと感じたので、もう一度塗った上でマスクを剥がしています。いつもだとテープを剥がした後、塗り分け境界のところをエナメル溶剤を含ませた綿棒で拭いたりするのですが、今回は直角の内側という拭き取りにくい場所なので省略しています。内装の塗装の続きを進めていきます。すでに ECU らしき部分をキャンディーレッドで塗ったり、エアジャッキの部分をメタリックブルーに塗り分けたりしましたが、今回はそれらをマスキングして全体をガイアノーズのスターブライトアイアンで塗っていくことにします。これは実物だとカーボンでできている部分を想定しています。カーボン部分をカーボンデカールを貼って表現するというのもディテールアップの一つの手法ですが、さすがにこのような細かくデコボコしている場所にカーボンデカールを貼っていくというのはあまり現実的ではないと思います。というわけでガンメタル系の色を塗ってそれらしく見せるようにします。黒系のメタリック色なら大体 OK だと思うのですが、今回はガイアノーズのスターブライトアイアンを使うことにします。ちなみにエンジンを塗るときに同様の目的でカーボン部分をクレオスのメタルブラックで塗っています。今回もメタルブラックで塗ってもよかったんですが、少し明るめの色にしておきたいとも思ったのでスターブライトアイアンで塗ることにしました。この辺りは好みの問題だと思います。というわけでスターブライトアイアンを塗っていきます。だいたい1対3程度に希釈しています。ECU とエアジャッキのところをマスキングしてスターブライトアイアンを塗っていますが、実はこれ以外にもカーボンではない部分もあります。それらについては後で筆塗りで塗っていったり再度マスキングして塗っていく予定です。そもそもそれほど実物に忠実に再現されているわけではないので、どこまで細かく塗るかは全体のバランスを見ながら塗り分ける箇所を増やしていく感じです。また完成後はそれほど丸見えになる部分でもないので、適度に省略するぐらいでちょうどいいと思います。あまり実物と同じになることをこだわるとなかなか完成しなくなってしまいます。
一方、シャシーがまだ手つかずだったので、まずはサーフェイサーを塗っていきます。シャシーは後ろのディフューザーと一体になっていますが、ディフューザーの断面がかなり太く成形されているので、少し薄く見えるように断面のところだけ薄くしておいた方がいいかもしれません。といったことを考えながら全体をまんべんなく塗っていきます。希釈率はだいたい1対3程度で塗っています。ディフューザーは次回薄く見えるような加工をしていく予定です。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。